のささやきの朗読や夜明けの街、ネオンがちらつく繁華街の端で、俺と友人の佐伯は最後のコンビニ前に立っていた。時計は午前1時を回り、電車はとっくにない。じゃあ俺タクシーで帰るわと佐伯は軽く手を振り、路地に止まっていた一台のタクシーへと歩いていった。その車は妙に錆びていて、色もくすんだ白。街灯の下で見てもどこか現役には見えなかった。運転席の窓が下り、運転手らしき影が顔を出した。しかし街灯の光を浴びてもその表情だけははっきりと見えない。黒いサングラスをかけているようにもそう思えた。佐伯は気にする様子もなく、ドアを開けて後部座席に滑り込む。ドアが自動で閉まると同時にエンジン音が低く轟き、車は動き出した。だがその瞬間、妙な違和感を覚えた。タクシーの屋根にあるはずの行灯、そこには文字が何も浮かんでいなかった。普通なら〇〇タクシーと会社名が灯るはずだ。俺はとっさに声をかけようとしたが、車はもう交差点を曲がっており、テールランプだけを残して消えていった。その背中を見送りながら、理由もなく胸がざわついていた。おかしい。そう思ったが、深夜の疲れもあり、その場では追う気力もなかった。けれど、それが最後に見た佐伯の姿だった。翌朝、目覚めてすぐに佐伯へ連絡を入れた。けれど、返事はなかった。既読すらつかない。普段なら寝坊していても午前中には返してくる男だ。昼を過ぎても沈黙が続くと、胸の奥にじわりと不安が広がってきた。その日の夕方、共通の友人に確認しても誰も佐伯と連絡が取れていない。昨日あいつタクシーで帰ったぞ、そう伝えると、みんな揃って首を傾けた。夜になり、俺はどうにも気になってタクシー会社へと電話を入れた。佐伯が乗った場所と時間を伝えて、配車記録があるかどうかを確認してほしいと頼んだんだ。しばらく保留音が流れて、やがて担当者の低い声が返ってきた。申し訳ありません。その時間帯には付近に車両を出してはおりません。背中に冷たい汗がにじんだ。ならば、あのタクシーは何だったのか。俺はさらに食い下がり、車両の特徴を説明した。くすんだ白い車体、屋根の行灯に文字がなかったこと。すると相手は一瞬言葉を詰まらした後、小さくつぶやいた。それ、当社の企画にはありませんね。言葉の意味を咀嚼する前に、電話口から不自然に短い通知音が鳴り、回線は途切れた。握りしめたスマホが汗でじっとりと濡れていた。電波の問題ではない。明らかに切られたんだ。
その夜からだ。眠りにつこうとすると、耳の奥でタイヤの回る低いうなりが聞こえてくるようになったのは。翌日も、その次の日も、佐伯からの連絡はなかった。家にも電話をかけたが、家族ですら彼の行方を知らないという。タクシーに乗ったはずなんだ。俺がそう説明すると、家族は一様に顔を曇らした。警察へ相談に行くと、行方不明の受理はしてくれた。だが、担当の刑事は飲みすぎて帰宅途中にどこかで休んでいるのだろうと軽く流した。俺の中にある重い違和感を理解してくれる者はいなかった。夜になると不自然なことが続いた。街を歩いていると、時折見覚えのあるテールランプが視界をかすめる。信号待ちの列に紛れて、一瞬だけあの白いタクシーが止まっている。だが気づいた時には跡形もなく消えているんだ。幻覚かと思った。しかし、毎晩のように同じことが起きると、もはや錯覚では済まされない。ある晩、勇気を出して後を追った。だが、角を曲がるたびに車の影は消えて、まるで路地そのものに吸い込まれていくようだった。その翌日、俺のスマートフォンに一通のメッセージが届いた。差出人は佐伯だった。降りれない。どこまで行くんだろう。画面を握りしめた手から力が抜け落ちた。既読をつけても返信は返ってこない。送信時間を確認すると、ちょうど俺が白いタクシーを追っていた時刻だった。その夜、俺は意を決して再び街へ出た。佐伯が最後に乗り込んだ交差点の前。街灯は暗く、人気はなく、夜風が吹き抜ける音だけが耳に残る。深夜2時を回った頃、低いエンジン音が地の底から響くように近づいてきた。振り向くと、あの白いタクシーがゆっくりと角を曲がってきた。ヘッドライトは濁った黄色。その光に浮かび上がる車体はやはりどこか古い。まるで現代の道を走っていること自体が不自然に思えるほどに時代遅れの車だった。後部座席に目を凝らすと、そこに座っていたのは佐伯だった。顔色は土のように灰色で、口元だけがかすかに笑みを作っている。しかし、その笑みは正気のあるものではなく、貼り付けた仮面のように動かなかった。俺は思わず名前を呼んだ。だが、窓ガラス越しの佐伯は反応を示さなかった。ただ正面を向いたまま微動だにしなかった。次の瞬間、運転席の男がこちらに顔を向けた。街灯の下なのに輪郭は影のようにぼやけ、目だけが妙に光っていた。黒い穴の奥から俺を見透かすような視線が刺さる。足がすくみ、声が喉に張り付いた。タクシーは音もなく加速し、まるで道路そのものに溶けるように消えていった。残されたのはまだ耳に残るエンジン音と鼻をつくような排気の匂いだけだった。俺はただ呆然と立ち尽くしていた。だが
ポケットの中のスマホが震え、画面には再び佐伯の名前が表示された。そこには、今、どこにいると、短いその文字を見て、背中に冷たいものが走った。震える指で返信を打とうとしたが、画面は勝手に暗転した。次に光った時、送信ボックスには見覚えのない文字が残されていた。もう降りられない。俺は息が詰まり、思わずスマホを落とした。拾い上げると、画面は黒い背景に地図のような文字が浮かんでいる。それは街の道路網を示しているようで、赤い点が一つ刻々と移動していた。赤点の軌跡は街を出て山道へ入り、やがて地図の外へ滑り落ちるように消えていった。その瞬間、スマホは完全に沈黙した。数日後、佐伯は公式に行方不明として扱われた。しかし、彼が最後に乗ったというタクシーの情報は、どの会社にも存在しないままだった。ある夜、再び交差点を通りかかった。ふと視線を向けると、そこにはタクシーが止まっていた。窓の奥に誰かが座っている。佐伯だった。ただし、今回は違う。彼はゆっくりとこちらに顔を向けて、無表情のまま唇を動かした。その唇は、次はお前だというように口を動かした。背筋を叩き割られるような衝撃とともに、タクシーは静かに走り出した。テールランプが闇に溶けて再び消えたとき、耳の奥に残ったのはあの低いエンジン音だけだった。それ以来、俺は夜の交差点を避けて通るようになった。だが、街のどこかで不意にタクシーのブレーキ音を聞くたびに心臓が跳ねる。いつか俺の目の前にもあの白いタクシーが止まるのではないかと。恐山を訪れたのは、湿った風が山肌にまとわりつく8月の終わりだった。山道を登る間、車の窓を閉めていても、硫黄の匂いがじわじわと入り込んでくる。山門をくぐると、音の厚みが一段薄くなり、白い砂と風の止まった風車だけが目に入った。人の話し声は遠く、靴の裏が砂利を踏む音だけが自分の足元に張り付いてくる。俺がここに来た理由は一つだけだ。数年前にいなくなった母の声をもう一度だけ確かめたかった。親戚づてに頼み込み、イタコの口寄せの順番を取ってもらった。案内された小さな木造の部屋は、畳が日焼けをして色あせていた。障子越しの光は細く、線香の煙がその光を切りながらゆっくり天井へ消えていく。部屋の隅には誰が置いたのかわからない古い座布団が重なっていて、生地の模様だけがやけにくっきり残っていた。足音がトントンと廊下を渡ってこちらへ近づいてくる。
戸が少しだけ開き、年配の女が腰をかがめて中に入った。それがこの山で声を借りるとされるイタコだった。形式ばった挨拶はなく、女は俺の前に座ると、名前と呼びたい相手の名を淡々と確認した。それから両手を膝に置いたまま、静かにまぶたを閉じる。部屋の空気がそこでわずかに沈んだ。外の風のうなりだけが壁越しに伝わり、線香の先端が赤く灯っている。俺は膝に置いた手に力が入るのを自覚しながら、目の前の沈黙が別の何かで満たされていくのを待った。女の肩がかすかに上下した。細い息を吸い込む音が畳に落ち、長いため息のような吐息が後を追う。その度に線香の煙の形が変わり、まるで見えない何かが女の背中側から身を乗り出しているように見えた。俺はもし次に聞こえてくる声が本当に母のものだったら、その場で何を最初に伝えるべきかを考えようとした。だが言葉を組み立てるより早く、下の上から順番に血の気だけが静かに引いていった。イタコの唇がゆっくりと開いた。最初に漏れた声は確かに母に似ていた。低く、少しかすれ、語尾だけわずかに伸びる。耳が覚えている音の高さとほとんど違わない。女の口から出ているはずなのに、その声は部屋の真ん中あたりから直接染み出してくるように聞こえた。俺は膝に置いた手をさらに握りしめる。目の奥がじんと熱くなる。声は俺しか知らない出来事をいくつもなぞった。子供の頃、夜更かしをして二人でこっそりカップ麺を分け合ったこと。卒業式の日、駅のホームでうまく笑えないまま立っていたこと。どれも記憶と矛盾していない。けれど話が続くほど別の部分が浮き上がってきた。喜んでいるはずの場面でも声の温度がほとんど変わらない。叱っていた時のことを語りながらも息が詰まるような間が一つも挟まれない。感情の起伏だけが剥がれ、出来事の輪郭だけが淡々と読み上げられていく。さらに俺の知らない場面が混じり始めた。病室で誰かと交わした会話、親戚のいない場所で話したらしい愚痴、名前も地名も初めて聞くものばかりだ。それでも窓の位置や置いてある椅子の色、胸元のシワの細かさまで描写は妙に具体的だった。作り物と切り捨てるには細部が多すぎる。ふと視線を上げると障子に映る影が目に入った。いたこと俺、二人分の形の他に畳の上に細長い影がもう一つ重なっている。その影だけ頭のあたりが薄くにじみ、輪郭が煙のように揺れていた。
声がお前と呼ぶたび、その影の頭がわずかにこちら側へ傾く。俺は目を閉じることができず、視界の端で滲んだ黒い塊が畳の目に食い込むように濃くなっていくのを見ていた。母は生前、一人称に必ず自分の名を使っていた。その癖を俺はよく覚えている。だが目の前の声は一度もそれを口にしなかった。どれくらい時間が経ったのかわからないところで、ふっと声が途切れた。イタコの肩から力が抜け、長い息が一つ落ちた。女はゆっくりと目を開けた。瞳にはさっきまでの声の余韻のようなものはなく、静かな疲れだけが浮かんでいる。これで終わりです。と告げられ、俺は深く頭を下げた。礼金を渡し、部屋を出ようとしたその時、背中に視線の重さを感じた。振り向くと、イタコが障子の方ではなく、俺の胸のあたりをじっと見ている。何かを言いかけたように唇が動き、それから小さく首を振った。代わりに、名前は間違えませんでしたね。とだけ確認された。俺は押し出すようにうなずき、その場を離れた。山を降りる車の中で録音機を取り出し、先ほどの口寄せを再生してみた。ところが機械から流れ出たのは風のうなりとかすれた息の音だけだった。肝心の声は固有名詞の部分になると決まって途切れ、そこだけ白い穴のように開いている。自宅に戻った夜、布団に横たわると天井の暗がりに恐山の畳の色が薄く重なって見えた。眠りかけた耳の奥で低い声が一度だけささやいた。呼びかけられたのは母の名前ではなかった。俺のフルネームでもなかった。山で名乗っていないはずの昔呼ばれていたあだ名だけがはっきりと形になって胸の内側に張り付いた。はっとして起き上がると部屋は静まり返っている。窓ガラスに街灯の明かりが薄く反射し、その手前に自分の上半身の影が映っていた。ガラスの中の影はほんのわずかに口元を動かし、俺より半拍遅れて胸に手を当てた。翌朝、ポケットの中から小さく折りたたまれた紙切れが出てきた。恐山でもらった控えに似ているが、そこに書かれていたのは申し込み用紙に記入したものとは違う古い住所と名前だった。筆跡は見覚えのないものだが、その呼び方で自分を呼ぶ人間はとうの昔に現世から姿を消している。紙から目を離した瞬間、耳の奥で畳をこする絹ずれの音が一度だけした。あの部屋で聞いたはずのない音だけが妙に新しいまま残っていた。
深夜2時を過ぎた山道のコンビニは、車の音すら届かないほど静かだった。湿った冷気が店内にまで染み込むようにして入り込んでくる。レジ番をしていた俺は無意識に腕をさすりながらガラス越しの暗闇を眺めていた。街灯が一つだけ灯っている。その光の下に何かが立っているのが視界の端に引っかかった。白いシャツの背中、人影のようでいてやけに細い。呼吸をしているのかどうかもわからない。まるで彫像みたいな静止。最初は酔っ払いかと思った。だが一向に動かない。肩も揺れず、首も傾かず、ただ街灯の根元に張り付いたように立ち続けている。15分、いや、もっと前からいたのかもしれない。そこにいるのに、こちらを向かないことが妙に気になってきた。俺は店の外へと出ようとしたが、ガラス戸の前で足が止まった。理由はわからない。ただ、その背中の高さが人とは違うように感じた。首の位置が少しだけ低い。肩の幅も不自然に狭い。骨格そのものがどこか噛み合っていない。風がまるで吹いてはいないのに、街灯だけがかすかに揺れた。揺れた光の中でその背中の影が地面に伸びる。だが影は光の動きと一致していない。一瞬影の頭がこちらへ向いたように見えた。心臓が熱くなるほど脈打った。逃げろというよりも見られるのが嫌だという直感が走った。俺は外へ出るのはやめてバックヤードに引っ込んだ。レジの前に戻るとガラス越しの街灯の下は空っぽになっていた。何もいない。しかし何かがいた重みだけは地面に染みついたみたいに残っていたんだ。朝晩が来る少し前、俺はもう一度だけ街灯のあたりを確かめようと、そっとガラス越しに目を向けた。そこにあの背中が戻っていた。だがさっきとは違う。ほんの少しだけこちら側に傾いている。まるで気配を探るみたいに。外は薄明るくなり始めているのに、あの背中だけが夜の中に取り残されているようだった。光の境目にポツンと立つ異物。そこだけ温度が抜け落ちたような不自然な輪郭。俺は怖くて近寄れなかった。それでも店内にいる限りは見守られている、そんな感じがした。守られているのか狙われているのかはわからない。しばらくすると自動ドアが勝手に開いた。風もない。人感センサーが反応する理由もない。ただ静かにドアだけが
スッと開いてすぐ閉じた。その瞬間、街灯の下の背中がふっと消えたんだ。姿がかき消えたというより、輪郭ごと暗闇に吸い込まれたみたいにいなかったことになった。俺は朝晩の先輩に事情を話した。すると先輩はため息をつきながらバックヤードの壁を指さした。そこには街灯の下に立つ影だけが映るという苦情メモが何年も前から貼られていた。通報しても警察が来る頃には消えている。店の前に人の足跡が残ったことはない。背中しか見せない影だと複数の目撃者が一致している。視線を向け続けるとある方向に寄ってくる。最後の一行だけ黒ペンで塗りつぶされてはいたが透けて読めた。ドアの正面に立つまで寄ってくる。俺はその日のシフトを終え、店を出る前にもう一度だけ街灯を見た。何もいないはずだった。なのに地面にだけ背中を向けた影が落ちていたんだ。本体がいないのに影だけがゆっくりと店の入り口へと向き直っていた。俺はそれ以来あの店の夜勤だけは絶対に行かないと決めている。俺が集めている呪物の中で最も扱いが厄介なのは入れ物だ。中身ではなく入れ物そのものに由来があるタイプ。箱、壺、古い木箱、こういうものは開けた瞬間より閉じたまま動く時の方が危険だ。その箱を見つけたのは倉庫を引き払うという古物商の手伝いをした時だった。埃をかぶった棚の一番奥、誰も片付けをしようとしなかったその位置に黒ずんだ木箱がひっそり置かれていた。手のひらより少し大きい程度で、蓋は古い紐で何重にも縛られている。ただの小道具なら触れても何にもない。だがその箱は近づいた瞬間、箱の内側だけ呼吸をしているような、そんな温度を感じた。俺は手袋越しに箱をつかみ、これは処分しないで預かるよ。とだけ古物商に告げて持ち帰った。家に帰り、いつものように玄関の棚の左側へ置いた。左側は得体が知れない段階のものを一時的に隔離する場所。右側は管理可能な品だけを置く定位置だ。その夜はそれだけをして眠りについた。翌朝、玄関に来て俺は固まった。箱が棚の右側、定位置に置かれていたんだ。誰が移動させた？当然、家には俺しかいない。鍵は閉まっていて、侵入された
形跡もない。しかも右側の位置は俺の癖を知らない者が置ける場所ではない。高さ、角度、そして距離。呪物が暴れた時でも棚から落ちにくいように俺だけが決めた最適な場所だ。だが嫌な予感がした。箱に触れる。昨日より温度がわずかに上がっていた。中で誰かが体を起こしたようなぬくもり。紐はほどけていない。蓋も動いていない。しかし箱そのものは確実に動いた。試しにその日の夜、箱を棚の左側からさらに遠い玄関から死角になる床の上へと置き換えてみた。誰かがどう見ても置き忘れたもののような雑な位置だ。俺は部屋の明かりを消して眠りについた。翌朝、玄関を開けて息が止まりそうになった。箱がまた右側の定位置に戻っていたんだ。動いた距離は明らかに昨夜より長い。散歩ほどの距離をまるで歩いたように正確に戻っている。触れればまた内側からじんわりと温度が伝わる。中身は動いていない。だが箱自体が帰るべき場所を知っている。棚の右側、俺が決めた場所。そしてその時気がついた。棚の定位置のすぐ脇に細い木くずが一筋だけ落ちていたんだ。まるで箱がそこへすり寄ったような跡だった。箱が定位置へ戻る現象はその翌日も続いた。夜、棚の左側に置く。翌朝には右側。位置は毎回誤差なく同じ場所。試しに箱の前に小さな紙片を落として動線を塞いでみた。動けば紙がずれる。紙が破ければ足跡の代わりになる。翌朝、箱は定位置にあり、紙片は真っ二つに裂けて左右に避けられていた。ただ移動したのではなく、そこを通ることに迷いがない動きだった。俺はその日の深夜、玄関の照明を消し、棚の前に座って待つことにした。静かだった。風もなく、部屋全体が止まったような空気。数分後、棚の下の暗がりで、ススッと何かが擦れる音がした。箱は動いていない。だが、棚の下、目の届かないスペースに、確かに何かが張った音がした。俺が息を殺して耳を澄ませた瞬間、スッ、スー、ススッと床の上を這うような音が部屋の隅に回り込み、その後完全に消えた。棚を見る。だが箱は動いていない。箱の表面に目を向けた途端、
背中に冷たいものが落ちた。昨夜までなかった小さな傷が蓋の端に刻まれていた。ひっかき傷ではない。押し込むようにへこんだ跡、丸い形の跡が一つだけ。まるで指だった。俺は箱を持ち上げ、耳を近づけた。だが、中は静かだ。何かが動く気配もない。だが、箱の重心が昨日の位置ではないことが手のひらで分かった。中の何かがわずかに位置を変えた。そんな変化。その後の数日、現象はエスカレートした。棚の定位置に置く。朝には戻っている。この繰り返しは変わらなかった。だが、戻り方が徐々に速くなっている。最初は一晩。次は数時間。ある日は置いて5分後には定位置に戻っていた。そしてある夜、台所で湯を沸かして戻ると、俺の足元のすぐそばに箱が置かれていた。棚の右側ではない。俺の真正面。胸の高さから落としたように正確に向きを合わせて。箱の蓋には昨日一つだった丸いへこみが二つに増えていた。その形はどう見ても指の跡だった。その夜は無理に寝ようとはせず、布団の上で深く呼吸を整えながら箱がまた動く気配を探っていた。深夜3時、部屋の中がふっと冷えた。そして暗闇の向こうでコツコツと木と木が触れ合うような音がゆっくり近づいてくる。その音は俺の足元で止まり、わずかに箱が揺れた。まるで開けてほしい、そう言っているみたいに。深夜3時、足元で止まったコツコツの音は、中の何かが蓋を押している音だとすぐに分かった。箱は震えてはいない。外側は静かだ。だが内側で確実に誰かがノックをしている。開ける気はなかった。呪物コレクターとしての感覚でわかる。開けた瞬間、その距離がなくなる。だが動きはそれで終わりじゃなかった。俺が視線を外した瞬間、箱がカタッと自分で向きを変えたんだ。棚の方ではない。玄関でもない。俺の顔の方をゆっくりと正確に向いた。蓋の紐は縛られたまま。箱の重さも変わらない。それなのに生き物に近い角度の動きをした。その時、箱の側面に刻まれた二つの丸いへこみが暗闇の中でぼんやり浮かび上がった。指だ。昨日より深い。
まるで蓋の裏側に指をかけて外に出ようとしている、そんな跡。しばらく見ていると、その丸いへこみがゆっくりと押し広がった。木材がきしむ。箱の内側から何かが蓋を押し破ろうとしている。俺は後ずさりをした。すると急に部屋の空気が狭くなった。まるで箱から伸びた何かの存在が部屋全体を埋めていくように。はっきりと歩幅のある音になっていく。蓋を押していたはずの指の動きが止まり、次の瞬間、箱の前の空気が明らかに形を持った。影ではない。光でもない。ただそこに何かが立っている密度だけが生き物の輪郭のように感じ取れた。箱から出たんだと理解するより早く、俺の横をスッと通り抜ける気配があった。肩が勝手に沈み込むような人一人分の重さ。次の瞬間、玄関の扉が誰も触れていないのにギギッと開いた。隙間は細い。人が通れるほどではない。だが、それは通り抜けた。空気だけが押し出されるように廊下へ流れ、箱の方を見ると、蓋のへこみが3つに増えていた。戻ってきたんだ。中身だけ外に出て。戻るときはまた箱を使うらしい。それから毎晩、箱は決まって棚の定位置に戻り、へこみの数は一つずつ増えている。4つ、5つ、6つ。まるで外に出るための指が全部揃う日が近づいているとでも言うように。そして今は7つある。蓋はもう保てない。そろそろ全部が揃う。その時はきっと箱じゃなくて俺の方に戻ってくるんだ。山奥の林道で50代男性が倒れて動けないという通報が入った。場所は車両が入れず、標高もそこそこある斜面。俺たち救助隊は担架を準備し、歩いて現場へ向かった。湿った土と落ち葉の匂いが強く、木々の間を抜ける風の音がよく響く。男性は木の根元にもたれる形で倒れていた。意識は朦朧としていたが、脈も呼吸もある。外傷はなく、低血糖と疲労の可能性が高い。俺たちは声をかけながら担架に固定し、慎重に斜面を降り始めた。最初の10分ほどはいつも通りだった。担架は軽い。男性の体格は細身で、俺ともう一人の2名で十分運べる
重さだった。だが途中の平坦な場所に差し掛かった頃、違和感が生まれた。担架がじわりと沈むように重くなったんだ。まるで誰かが上からそっと体を乗せてきたかのように。なあ、急に重くないか？相棒が小声で言った。俺も同じことを感じていた。バランスを取り直しながら一歩踏み出すと、重さはさらに増した。今度は沈むような感覚ではなく、下へ引っ張られる重さ。男性の体勢が変わったのかと思い、固定具を確認した。だが、ズレは一切ない。むしろ、男性の体は微動だにしていない。歩くたび、担架は少しずつ重くなり続けた。湿った土の匂いが濃くなり、森の空気がどことなく冷たく変わる。そして担架の底を見た相棒がふっと息を飲んだ。今何か掴んだよな。担架の布が下から押されたようにわずかに膨らんでいた。まるで底面の向こうで誰かが手のひらを当てているように。その直後、木々の奥からひしゃげた呼吸音が聞こえてきた。風ではない。獣でもない。湿った喉を無理に鳴らすような低く細い音。担架はさらに重さを増し、とうとう二人では持てないほどになった。この斜面に他に誰もいるはずがない。しかし、重みは確かに増えている。担架の上に運んでいる男以外の何かが乗っている。そう思った瞬間、背筋に冷えが広がった。担架は下へ沈むような重みを増し続けていた。二人で持てないほどになったため、後方からもう一人加わったが、それでも重さは収まらない。持ち手に伝わる負荷がまるで誰かがへばりつくように増えていく感触だった。途中、少し広い平坦地に出た。隊長の指示で一旦担架を下ろすことになった。しかし、地面へ置いた瞬間、布がぐにゃりと沈んだ。まるで下に生き物が潜り込んだように、中心だけが重く押し込まれている。倒れている男性の体重配分では説明がつかない。俺は慎重に担架の底をめくった。そこに土がつくのはわかる。しかし、土のつき方が異様だった。手形だった。泥が5本の指の形をはっきりと残していた。しかも、一つではなく、少なくとも3つ。いや、もっとあった。すべて担架の下側からつけられている。誰かが下から抱え込むように掴んだ形だ。相棒が震える声で言った。さっきの呼吸音、あれ、俺らの横じゃなくてさ、担架のすぐ近くじゃないか。
思い返せば、音は確かに足元から響いていた。森の奥でも風でもない。すぐそば、地面の下、担架の真下から。その時、倒れている男性の腕がゆっくりと持ち上がった。意識のない人間がそんな動きをするはずがない。筋肉の反射や痙攣の動きではなかった。何かに引っ張られたように不自然に伸びたんだ。男性の腕は宙を刺し、その指先が林道の奥の暗闇を指していた。俺たち全員が固まる。次の瞬間、担架の布がずるりと横に引かれた。誰かが布の下から掴み、横へ動かしたような挙動だった。だが、周囲には誰もいない。足跡もない。地面は乾いている。だが布にはまた新しい泥の手形が一つ増えていた。隊長が短く命じた。このまま運ぶぞ。止まるな。進もうとした瞬間だった。担架の重さが一気に4倍になった。持ち上げた手首が折れそうなほどの重さ。金属の塊でも乗せたかのような異常な圧力が担架全体にかかっていた。俺たちは悟った。担架の上には倒れた男性だけではなく、別の何かがしがみついてきている。担架の重さはもはや人一人の重量ではなかった。金属の塊を抱えているような圧力が腕から肩へと食い込む。呼吸をするたびに背中に冷たい汗がにじんだ。斜面を降り始めた時だった。担架の布がゆっくりと沈み始めた。沈むというより上に何かが乗った。俺たちが担いでいる見えない誰かの重さがはっきりと形になった。最初は小さく、次第に大きく、まるで人の背中がじわりと担架に張り付いてくるみたいに。おい、今上に影なかったか？相棒が震える声で言った。俺も見た。斜面の下へ向けて差し込む夕方の光に、担架の上にだけ人の形にへこんだ影が乗っていた。倒れている男性の輪郭とは全く違う。細く、長く、手足が異様に伸びた影だった。その影が担架の上でゆっくりと動いた。手が伸びるような形で男性の胸あたりへ。その瞬間、男性の喉から声にならない息が漏れた。さっきまで意識がなかったはずなのに。俺たちは必死で担架を運び続けた。隊長が怒鳴るように言った。止まるな。ここを抜ければ車両が入れる。しかし次の瞬間、担架の端がぐいっと下へ引かれた。森の奥へと向かう方向に何かが強引に引きずろうとしている。
3人がかりで抑えても止まらない。担架は斜面を逆さ向きに滑り、男性ごと引き込まれようとする。そこを覗くと、泥まみれの手が5つ、6つ、7つ、担架の底から生えているように掴みついていた。俺たちは総出で引き戻した。手はひしゃげた関節の角度でこちらを向き、折れた指が布を食い込ませていた。隊長が叫んだ瞬間、その手はふっと消えた。まるで霧のように。だが担架の布にはくっきりと泥の手形だけが残っていた。救助車両の近くまで戻った頃、担架は元の重さに戻っていた。男性は安定し、意識も少し戻っていた。ただ、担架から降ろされる直前、男性の唇が小さく動いた。あれ、まだ乗ってる。俺たちが見た方向には誰もいない。しかし、担架の布には最後に一つだけ新しい手形が刻まれていた。乾いた泥がゆっくりと落ちていく。まるで降りたのではなく、次の誰かへと移る準備をしているように。その町に立ち寄ったのは仕事帰りの夕方だった。高速の渋滞を避けようと地図で見つけた生活道路を抜けるつもりだった。ナビは最短ルートを示し、画面の青い線は滑らかに家まで続いている。信号を3つ、川沿いを右に曲がれば、あとは一直線。そう、単純なはずだった。最初の違和感はコンビニの位置だ。ナビの画面には左手にコンビニがあると表示されているのに、現実では右側にあった。あり得る誤差だと思い、交差点を曲がる。次の信号は黄色からの赤。ブレーキをかけながらふとミラーを見ると、後ろにいたはずの車列が一本向こうの通りを同じ速度で並走していた。まるで2本の道が重なって動いているように見えた。嫌な感じがした。曲がり角に入るたび、住宅の並びが微妙に変わる。さっきは白い2階建てだったはずの角の家が、次に通ると瓦屋根の平屋になっている。歩いている犬の種類まで違って見える。疲れが見せた錯覚だ。そう言い聞かせて走り続けた。ナビが再計算を繰り返し始めた。ルートを外れました。淡々とした機械音声を3度、4度と聞く。やがて現在地を表示できません。の表示に変わった。電波は立っている。なのに位置だけが決まらない。
そこで一度路肩に車を止めた。辺りは静かだ。遠くで電車の走る音とどこかの家の換気扇の低いうなりだけが続く。目の前の路地に手書きの地図が貼られていた。この先行き止まり。矢印は右を指している。不意に心が軽くなる。誰かの注意書きがここが現実である証拠に思えた。紙の矢印通りに右へ曲がる。行き止まりの手前で白い壁に当たった。バックして左に切り返す。車体が路地を抜けた瞬間、バックミラーに映った紙の地図が風にめくれて矢印が反対を向いた。戻って確かめようとブレーキを踏む。だがもうそこには壁はなく、さっきの道は一本増えていた。その時胸に浮かんだ言葉は単純だった。帰り道が動いている。このまま動き続ければ出口に出る。そう信じてアクセルを踏んだ。だが曲がるたびに街は少しずつ姿を変えた。角のコインランドリーは看板の色が一度目は青、二度目は緑、三度目には看板自体が消えていた。電柱の番地の数字も通るたびに一つずれていく。3丁目8だったはずが3丁目9になり、戻ると2丁目1に変わる。数字がつながらない。算数の問題の途中式を誰かが横から書き換えている。そんな感覚。記録しようと思った。ハザードをつけて止め、スマホのメモに郵便局、角を右、白いタイルの家、犬小屋などの要素を書き込み、写真も撮る。次の角で同じ家を目印にしよう。そのつもりで再び走る。5分後、同じ場所に戻った。写真に写っている白いタイルの家は確かに同じ場所にある。だが玄関の位置が左右逆でポストの色が違う。犬小屋はあるが犬がいない。シャッターの錆が写真より新しい。それでも同じ家だとわかる奇妙さが残る。つまり街は別バージョンのまま同じ座標に立っている。パニックは来なかった。むしろ調子の悪いパズルを解く時のような集中が訪れた。紙の地図、それとペン、車内のレシートの裏まで使って通った道を線でつないでいく。目印を増やすためチョークで路面に小さな×印をつけた。次に同じ角を通るとき、その×が残っていれば、ここが同じだと確信できる。交差点を3つ越え、4つ目で左折。チョークの
×印が見えた。胸が熱くなる。同じだ。変わらないものが一つここにある。これさえたどれば元の道に戻れるはずだ。だが次の瞬間、雨が降り始めた。前触れもなく真上からまっすぐ落ちてくる強い雨。フロントガラスを叩く音が一拍ごとに速くなる。路面の×印は3秒でにじみ、10秒で消えた。ワイパーが水を払うたびに街の輪郭がわずかにずれる。店のシャッターが上がり、次に見ると初めから降りていたかのように閉じる。胸の内側で何かがほどけた。記録は失敗した。ここでは過去が持続しない。だから帰り道も保存されない。そう悟ったとき、道路標識の矢印が静かに逆を向いた。雨は突然止んだ。空は低く、雲がゆっくりと流れている。深呼吸を一つしてハンドルを右に切る。遠くに高架が見えた。高速道路だ。助かったと思った。スロープに乗り ETC のゲートをくぐる。表示板に丸々とインターチェンジの文字。見覚えのある地名だ。胸の鼓動が落ち着き、肩から力が抜ける。家に着いたのは日がすっかり暮れた頃だった。マンションの駐車場に車を入れ、エレベーターで7階に。廊下の匂い、薄いカーペット、共用灯の白さ、すべてがいつも通りに見える。鍵を差し込み、ドアを開けた。靴箱が右にあった。いつもは左だ。玄関のタイルの柄が一列分ずれている。台所の蛇口がレバー式になり、冷蔵庫の上に置いたはずのメモがない。小さな違いだ。でも違いは確かにそこにある。喉が渇いた。コップに水を入れ、口をつける。味は同じだった。それで少し落ち着いた。洗面所で顔を洗い、鏡を見た。額の小さな傷跡が左右逆だった。そこで初めて膝の力が抜けた。リビングに戻り、壁の時計を見上げる。単身が進まない。秒針だけが動いている。スマホの時刻は1分早い。さっきまでいた街の癖がここまで入り込んでいるんだと理解するのに時間はかからなかった。玄関の先でエレベーターが到着する音がした。廊下に出る。扉が開き、誰かが降りてきた。見覚えのある顔がこちらを見た。俺だった。手には紙の地図を持っている。滲んだ矢印がこちらを指していた。
回数表示を見上げる。7の左に小さく7が重なっている。薄く22。俺は鍵を握りしめ、ゆっくりと後ずさった。背中でドアが閉まる。ドアスコープから覗いた廊下は一本長く伸びていた。その夜は眠れなかった。朝になれば戻るかもしれない。そう期待して目を閉じる。翌朝玄関を開けると、廊下の端に見たこともない非常口マークが増えていた。エレベーターのボタンは上下が入れ替わっていた。そして郵便受けに一枚の紙が差し込まれていた。お帰りなさい。帰り道は毎回こちらで更新します。差出人欄にはあの町の名前が印字されていた。帰ったつもりの場所はただの次のバージョンだった。俺は今日の帰り道をまだ知らない。そして明日も。夏の終わり、寺の山裏の墓地で古い家の法事があった。3代にわたる供養だという。世主の老婦人が父の遺品を収めてほしいと言い、桐の箱を抱えてきた。蓋には薄い血のようなシミがあり、包んだ白符にも鉄の匂いが漂っていた。俺は慎重に受け取り、仏間の隅に置いた。その夜、法事の片付けを終え、本堂に残って読経をしていると、どこかでカタリと音がした。音は低く湿っていた。目を向けると、仏壇の前に置いたあの桐の箱がわずかに動いたように見えた。気のせいかと思い経を続けたが、再びコトッと音が鳴る。経机のろうそくが一人でに短く揺れた。俺は箱の前に座り、そっと蓋を開けてみた。中には数珠が一連、赤黒い布に包まれていた。玉の間には乾いた血の塊のようなものがこびりついている。鉄錆のような匂いが鼻を刺し、思わず手を離した。数珠が畳に落ち、玉がコロコロと転がっていく。だが止まると同時に畳の上に赤い点がにじんだ。まるで新しい血のように湿っていた。箱を閉じようとした瞬間、背後から誰かの息が触れた。低くかすれた声でささやくように。返してくれ。振り向いたが誰もいない。外は静かで、スズムシの声すら止んでいた。ただ手の中の数珠だけがじっとりと湿っている。
ふと手のひらを見ると、玉の跡に沿って血がにじんでいた。俺は慌てて数珠を布で包み直し、再び箱に戻した。その瞬間、京机の上のろうそくが音もなく消えた。闇の中で箱の中からポタッポタッと何かが滴る音がした。湿った血の匂いが徐々に本堂全体に満ちていった。翌朝、仏間を覗くと霧の箱が少し開いていた。昨夜きっちり閉めたはずなのに、蓋がわずかにずれている。中の数珠は形を変え、玉のいくつかが抜け落ちて畳の上に散らばっていた。その後には小さな赤い点が並び、まるで歩いたように筋を描いていた。老婦人に確認しようと思い電話を入れたが、誰も出ない。胸騒ぎを覚え、午後に訪ねると、玄関には香の匂いが漂っていた。近所の者が言うには、朝方に倒れ、そのまま息を引き取ったという。俺は言葉を失い、合唱した。だが、ふと気づく。あの数珠、渡されたのは昨日。つまり、彼女の死より前だった。寺に戻る途中、手の中に妙な痛みを感じた。見れば、手のひらに数珠の跡がくっきりと浮かび上がっている。布の上からでも玉の冷たさが伝わる。それは持つなと言われているようだった。その夜、再び本堂に座り、経を唱えながら数珠を前に置いた。その瞬間、風もないのに経机の紙がふわりとめくれた。目を向けると、数珠が自ら動き出した。玉と玉がすれ合い、かすかな音を立てて輪を描いていく。まるで誰かの手首を再現するかのように、骨のような形になった。その時、低い声が聞こえた。奪ったのはあなたじゃない。声は床の下から響く。畳の隙間から薄く血のような液体が染み出してくる。俺は慌てて数珠を掴んだが、冷たさに指がこわばった。玉の一つが弾け、血が散った。それが俺の指に触れた瞬間、頭の中に映像が流れ込んだ。男の顔、数珠を引きちぎり逃げる姿、それを追う老婦人、そして夜の闇に消える二人。その映像の最後で、あの声がもう一度囁いた。してくれ。その夜、俺は数珠を寺の裏山に持って行った。霧が深く、鐘の音も届かない。墓地の中央に小さな灯明を灯し、
布を解く。数珠はすでに黒く変色し、玉の隙間から細い糸のようなものが垂れていた。それは血の筋に見えた。度胸を始める。声を出すたびに空気が重く沈んでいく。まるで山そのものが息を止めているようだった。やがて灯明が一瞬だけ青白く光り、影が地面に広がった。その影の中に老婦人ともう一人の男が並んで座っているのが見えた。どちらも口を開かず、ただ俺の手元を見つめている。お返しします。そうつぶやき、数珠を墓の前に置いた。その瞬間、玉が一つ一つ弾け、砂のように崩れ落ちた。風もないのに、灰のような粒が空に舞い上がる。それらは光の粒となり、ゆっくりと墓石の隙間に吸い込まれていった。同時に老婦人の影が薄れていく。男の影が手を伸ばした。それは彼女の手を握る仕草だった。その二人は霧の向こうへ静かに消えた。気づけば灯明の火だけが残っていた。あたりは再び静まり返り、虫の声が戻ってくる。だが手の中にはまだぬくもりがあった。指先を見ると血の跡は消えていない。洗ってもこすっても薄く赤い輪が残っている。翌朝、墓地を訪れると、昨夜置いた場所に新しい数珠が置かれていた。白木の札にはこう記されていた。返還供養、成就。誰が置いたのかはわからない。ただ、その夜以来、本堂の香の匂いはしなくなった。代わりに雨上がりのような清い匂いが漂うようになった。だが、時折、経を唱える最中、手のひらが勝手に数珠を回すことがある。その玉の一つが、ほんの一瞬だけ湿っているのを感じるたびに、俺は静かに目を閉じる。きっとあの夜の二人がまだどこかで祈っているのだろう。山に囲まれた社宅の一室は、暖房を消すと数分で息が白くなる。その夜も残業で遅くなり、帰り着いた時には指先の感覚がほとんどなかった。部屋に入ると、まずストーブのスイッチを入れ、外した手袋を投げるように机へ置いた。だが、ストーブの前にはすでに誰かがいるような気配があった。別に人影があるわけではない。ただ、そこだけ空気が沈んでいる。温まる前の冷気の中、
その一点だけが妙に濃く空洞のように感じられた。着替える前にストーブの前へ歩くと、床に置いたマットが踏んだ覚えのない形にへこんでいた。丸く誰かが正座していたような、そんな深さ。だが出かける前にそんな跡はなかった。火が入ったストーブの赤い光が壁に揺らぎを作る。その揺らぎがへこんだマットの上で一瞬だけ影を濃くした。まるでそこに何かが座っているように見えてしまい、思わず目をそらした。上着を脱いでハンガーにかける間も、背中に視線のようなものを感じた。それは窓からではない。玄関からでもない。確実にストーブの前だ。手を温めようと近づこうとして足が止まった。空気の密度がおかしい。熱が出るまでに時間のかかる古いストーブなのに、前に立つとなぜか背中側だけがじわりと熱い。まるで後ろにもう一つの熱源があるみたいだった。振り向くと部屋はいつも通り。だが何もない場所にだけ薄い湿気が漂っていた。雪から戻ったばかりのような水っぽい冷たさ。ゆっくりと視線をストーブの前へ戻した。マットのへこみはさっきより深く見えた。誰かが腰を落として前かがみになったような、そんな形。そこで気づいた。そこだけ結露がない。窓ガラスに小さく白い曇りが広がっているのに、ストーブの正面の一角だけが妙に透明だ。まるで何かがそこにいて、湿気を一つも通さないようにしているかのようだった。ストーブがボッと音を立てて火力を上げると、揺らめいた光が壁に奇妙な影を作った。影は正座をしたまま身を乗り出す人の形に見えた。瞬きをした次の瞬間には消えていたが、胸の中に残る違和感は消えなかった。床のへこみはそのままだし、空気だけがそこに腰掛けている誰かの形を保ったまま動かない。今、家に入ってから一度もその場所だけが温まっていない。まるで先客がまだ座っているみたいに。ストーブの前に残る正座のへこみが気になりながらも、寒さが限界で仕方なく近づいた。足元の空気は冷たく、ストーブの熱の輪郭がそこだけ途切れている。まるで見えない壁のようだった。恐る恐る手を伸ばすと、指先が空中でピタリと温度を失った。そこだけ冬の外気と同じ冷たさ。張り付くような冷気が皮膚の薄い部分をゆっくりと這い上がっていく。その瞬間、ストーブのガラス面に二つの曇りが浮かんだ。
自分が息をしていない位置に曇りができるはずがない。曇りはすぐに形を変え、うっすらと左右に広がる。まるでストーブの至近距離で誰かが息をしているような形。後ずさると床のへこみがきしむように沈んだ。誰もいないはずなのに、そこに重さが乗ったような音が薄い畳の裏から伝わった。ストーブが火力を落とし、部屋が再び薄暗くなる。光が弱まった瞬間、影の濃さが変わり、へこみの上に人の輪郭だけが浮かび上がった。顔は見えない。ただ背中を丸めてストーブに当たっている姿勢だけがはっきり見えた。その姿勢がゆっくりとこちらを向いたように思えた。影だけで確かに振り返る動きがあった。だが実体はない。空気なのにこちらを見ている。体が勝手に硬直する。動けないまま見ていると影が薄く揺れ、ストーブの前にうずくまっていた何かが立ち上がるような変化があった。床のへこみがゆっくりと浮き上がっていく。そこから音もなく立ち上がる気配が伝わった。湿気が吸い上げられるように空間がへこみ、次の瞬間、ストーブの炎が一瞬だけ風もないのに揺らいだ。近づいてきている。だが足音があるわけではない。でも床のきしみだけがわずかに確実に移動してくる。目の前まで来た気がして息が止まった。ふと見たストーブのガラス面。先ほどの曇りが今度は自分の目の高さに浮かんでいた。耳元でストーブの熱を吸い込むような乾いた気配がした。温風ではない。生き物の呼吸とも違う。熱を奪うような吸い込み方。反射的に部屋の照明をつけると影は消えていた。床のへこみも跡形なく戻っている。ただ一つだけ変わったものがあった。ストーブの前の床が自分の靴底よりも大きい水の跡で濡れていた。雪の上を歩いてきた何かがその場所に長く座っていた証拠のように。それ以来冬のストーブの前には座れなくなった。暖かいはずの火の前に近づくほどあの日の冷気がよみがえった。あれはただ暖を取っていただけなのか、それとも自分の帰りを先に待っていたのか、今となってはわからない。標高の低い山とはいえ、夜に登るのは慣れている方だった。夏の終わり、空がよく澄む時期を狙って山頂から星空を撮る。それが毎年の楽しみだった。
ライトの明かりを足元に向けながらゆっくりと登り、木々の隙間から月光が覗くたび、空気が少しだけ乾いていくのがわかる。この山の山頂は開けた岩場になっている。晴れると星がよく見えるし、手すりのような岩の縁にカメラを固定すれば、夜景も流れ星も静かに撮れる。だからその日も特別な警戒心はなかった。山頂に着くと周囲は無音だった。風すらほとんど感じない。カメラをセットし、いつものように長時間露光で星空を撮り始めた。シャッターを切る間、俺は岩に腰を下ろして水を飲んでいた。画面は真っ暗だから、後でまとめて確認すれば十分だ。3枚ほど撮った頃、なんとなく胸の奥がざわついた。後ろから見られているような、そんな感覚がゆっくりと張り付いてくる。気のせいだと思いながらも、カメラの液晶を覗いた。さっき撮った1枚目を開く。星がかすかに線を引き、露光の揺れで尾を引いていた。その端に奇妙な黒い影が映っていた。岩場の上、山頂の縁からこちらを覗き込むような形で、上半身だけがぼんやりと黒く浮いている。人影にも見えるし、木の影にも見える。だが、こんな場所に立つ木なんてないし、輪郭が妙に滑らかだった。2枚目を確認する。そこにも同じ影がある。位置はわずかにずれているが、こちらに向かって角度を変えたような動き方だった。3枚目、影がさらに近い。岩の端よりやや前に出ているように見える。顔は映っていない。ただ、黒いのっぺりとした塊が真っ暗な空の下でこちらを向いていた。誰かいるのかと思わず声が出た。返事はない。風すら動いていない。周囲を照らしてもカメラの位置から見た限り、岩場には俺以外誰もいない。ライトの光が虚しく白く揺れているだけだった。だが胸のざわつきはまだ続いていた。むしろ強くなっている。ふと気づいた。さっきから影が映っていたその位置だけ闇が濃い。ライトを当てても薄くならない。岩の縁の一点が不自然に黒いままだ。そしてそこからかすかに砂利が擦れる音がした。ゆっくりとこちらへ近づくように。砂利が擦れる音は風の動きでは説明できないほど一定の間隔で続いていた。まるで足を引きずるように少しずつ少しずつ山頂の縁からこちらへと近づいてくる。ライトを向けても何も映らない。光だけが岩肌を白く撫でるだけだ。息を飲んだまま耳を澄ますと音は止まった。闇がピタリと固まったかのように
山頂の空気からすべての揺れが消える。その静寂が逆に不気味で、喉の奥が渇き始めた。カメラの液晶をそっとつけ、4枚目の写真を確認する。さっき撮ったばかりのものだ。画面が開いた瞬間、心臓が一つ強く跳ねた。影が俺の立っている場所のすぐ背後に映っていた。自分の頭のすぐ上あたり、空の黒い部分に重なるようにぼやけた塊がある。顔の形も輪郭もわからない。ただ俺の真後ろに立って覗き込むような角度で映っていた。俺は反射的に振り返った。だがそこには何もなかった。岩と闇だけだ。風の動きすらない。ただ耳の奥にかすかに湿った息のようなものが触れた。俺は一歩後ずさった。その瞬間、足の裏に違和感があった。踏んだ岩がほんの少し沈んだ気がしたんだ。まるで下から支える何かが手を伸ばしているかのように。俺は慌ててライトを下に向ける。そこには影も形もないのに、岩の表面だけが薄く濡れて黒くなっていた。嫌な汗が背中を伝い、手のひらがじわりと冷える。落ち着け、と何度も自分に言い聞かせたが、胸の奥はざわつきが止まらない。カメラを手に取り、シャッターを切ってみた。連続で3枚。光が全方位に散るような感覚がして、シャッター音が妙に遠く聞こえる。撮り終わって液晶を開いた。1枚目、影は山頂の縁に戻っていた。2枚目、岩場の端でこちらへと体を傾けているように見える。3枚目、影の形が人の肩のように段差を作っていた。こちらに確実に近づいてきている。その瞬間、山の空気が急に冷えた。首筋に直接触れるような冷たさで、思わず肩がこわばった。気配がある。写真ではなく、今、ここに。ライトを地面に向けたまま、そっと顔だけを上げた。岩の縁、さっきの影が映っていた場所が不自然なほど暗かった。闇の濃さが違う。光を吸い込んでいるように、そこだけ暗さが深い。そして暗闇の奥からゆっくりと輪郭がにじんだ。黒い塊が岩の縁から身を乗り出している。肩のような形、首のような細い線、その先にあるはずの顔の位置が真っ黒な穴のように揺れている。写真の影ではない。実際にそこにいる。喉が動かず、呼吸すら浅くなる。一歩でも動けばそいつも動く。そんな確信があった。その時、足元の岩がまた沈んだ。
真下に誰かが立っているように。そこまで意識がいった瞬間、岩場の端で黒い影がかすかに揺れた。まるでこちらに手を伸ばす準備をしているかのように。俺はカメラを握りしめたまま逃げるしかないと悟った。逃げようと決めた瞬間、全身が勝手に動いた。岩場から一歩、二歩と下がる。その度に足元の石がわずかに転がり、夜の静けさに不自然なほど響いた。だが背後からついてくる音はなかった。代わりに山頂の縁にいた黒い影がわずかに身を揺らした。ライトを当てても形が浮かび上がらない。ただ濃い闇が集まり、人の姿を真似ているような塊。写真に写った影と同じで、顔の部分がぽっかりと開いた穴のように黒かった。そいつは岩の縁からさらに前へとじわりと出てきた。人間なら絶対に足場が崩れる角度だった。だが音も気配もなく、影だけが斜面の上に立っている。喉が渇き、息を吸うたびに胸が潰れる感じがした。逃げなければいけないのに、どうしても目が離せない。まるで視線を外したら、その瞬間に手を伸ばされるような、そんな圧が全身にまとわりついていた。一歩後ろに下がった。すると影が同じタイミングで小さく揺れた。ついてきている。確信した瞬間、背中を押されるように体が走り出した。岩場を下り、木の根をまたぎ、暗い山道へと飛び込んだ。ライトの光が木々に跳ね返り、足元がぐらぐら揺れるように見える。乾いた呼吸音が耳の中でうるさい。それでもとにかく下へ。闇を裂くように走っていると、後ろから何かがついてくる気配があった。音はしない。足音も枝の音もしないのに、すぐ後ろにいるとわかる気配。不意に背中が冷たい指で撫でられたように感じた。思わず振り返る。しかしライトの円の中はただの空気と暗闇だけだった。そこに何もいないはずなのに、視界の奥にじっと佇むような黒さが残っている。走り続け、ようやく木々の密度が薄くなったあたりで、気配がふっと途切れた。急に夜の空気が軽くなり、遠くの街の明かりが震えるように見えてきた。その一瞬であの影が山頂に置き去りになったのを悟った。胸をつくほど息が乱れていたが、とにかく山を降り切った。駐車場に戻った頃には足が震えて立っていられなかった。あの影はもういない。そう自分に言い聞かせ、車に乗り込み家に帰った。数日後、俺は気になって撮った写真を再確認した。問題の影ははっきりと写っていた。
山頂の縁から覗き、こちらを向いたまま形を変えている。ただ、最後の一枚を見たとき、息が止まった。岩場の上ではなく、俺のすぐ後ろで撮っている影の顔らしき部分に、かすかな輪郭が浮かんでいたんだ。瞳の位置に白い点が二つあった。気のせいにはできない。間違いなくこちらを見ていた。どっと嫌な汗が噴き出し、カメラを閉じた。写真の整理をやめ、そのまま引き出しにしまった。その夜、ふと窓の外を見た。遠くの山の稜線が黒く沈むように見える。目を凝らすと山頂の一点だけ闇が濃い。ライトも届かないはずの距離なのに、そこから誰かがこちらを覗く姿が黒い影となってかすかに立っていたんだ。俺はもう星空を撮りに行くことはないだろう。飲みの席を抜けたのは深夜1時を少し過ぎた頃だった。店を出た瞬間、湿った風が顔にまとわりつき、酔いが一気に重くなる。歩いて帰れる距離ではなかったので、いつも通り運転代行を呼んだ。アプリには到着まで3分と表示されていて、店の前に立っているだけでヘッドライトが近づいてきた。代行ドライバーの男は年齢のわからない無表情の人だった。無駄な挨拶もなく、俺の車の運転席へとすぐに乗り込んできた。俺は後部座席に沈み込み、呼吸を整えた。少し頭を垂れただけで眠ってしまいそうなくらい疲れていた。走り出して5分ほどして違和感に気づいた。ナビの画面が静かに点滅している。自宅の住所を口頭で伝えていたはずなのに、画面の左上には見慣れない地名が表示されていた。酔っていてもわかる。あれ？俺の家ってこっちじゃないよな。と声をかけようと思ったが、言葉が喉の奥で絡まり、うまく出てこない。代行ドライバーはこちらを一度も振り返らない。信号で止まるたびに運転席越しに見える横顔はわずかに下を向き、まるで何かの指示を聞いているように静止していた。ナビの音声は流れていないのに、男だけが合図を受け取っているような仕草だった。しばらくして道が暗くなった。街灯が一本もない。車のライトが照らす範囲だけがぽっかりと浮かび、周囲は黒い壁のように連なる。普段この通りを通ることはまずない。俺の家と反対方向なのは間違いなかった。酔いが少しずつ冷めていくにつれ、胸の奥に冷たい感覚が溜まってくる。
背中がじわじわとこわばり、手を伸ばしてスマホを取ろうとした瞬間、ナビが勝手に目的地に到着予定、午前1時44分と表示した。見覚えのない緑色のピン。その場所は墓地の名前だった。午前1時を過ぎた参道は人の気配が全くなかった。車は一定の速度で滑るように進み、道を照らすライトだけが白く伸びている。俺は後部座席で身白きし、もう一度ナビ画面を確認した。相変わらず表示されているのは行き先を示す緑色のピンだけ。地名の横には薄く旧〇〇墓地と書かれていた。ちょっとこの道違くないですか？意識をして声を張ったつもりなのに、自分の声が妙に弱く聞こえた。そして返事はない。いや、聞こえていない様子でもないのに、無視しているような沈黙が広がった。運転席の男は首も視線も微動だにしない。ただハンドルを握る指先だけが異様に白く、皮膚を締め上げた跡のように浮き上がっていた。ナビ、勝手に変わってますよ。俺、家に帰りたいんですけど。酔いは完全に消えていた。背筋にまとわりつく嫌な感覚が離れない。だが次の瞬間、運転席の男がわずかに顔を動かした。ルームミラー越しにその表情が映った。どこも見ていない。焦点が一切合っていなかった。黒目が揺れているのでもなく、眠っているのでもない。何かを見て従っている人間の顔ではなかった。まるで空洞の奥で別のものが動いているような感覚。恐怖というより、触れてはいけない運転手に乗ってしまったという実感が背骨を這い上がってくる。息を吸うたびに冷たさが肺に染み込み、喉が渇いた音を立てて鳴った。その時、ナビが突然音声を流した。目的地付近です。お疲れ様でした。声は機械的だったが、その直後に続いたもう一つの声はナビとは違った。着いた、着いた、着いた。ボソボソっとした低い声がナビのスピーカーから漏れた。運転席の男の口ではない。後部座席の俺のすぐ横でもない。車内全体に滲むように広がる不自然なささやきだった。思わず身を引いたとき、視界の端に動く影が映った。前方のガラスに反射して揺れる細長い何か。木の枝かと思ったが、風もないのにリズムを刻んで揺れている。明かりが当たると、その影は腕のような形に見えた。
車が止まった。ブレーキの感触もなく、ただ滑るように停止した。周囲は真っ暗で、看板も家もない。だがナビには大きく目的地に到着しましたの文字。墓地に到着したことになっていた。運転席の男がゆっくりとこちらを振り返った。その口がありえないほどゆっくり開いていった。運転席の男の口が開いたまま止まっていた。呼吸をしている様子がない。喉の奥が暗く、底が見えない穴のようだった。ここで降ります。震え声が自分のものとは思えなかった。ドアレバーに手を伸ばすと、カチリと低い音がして開錠された。まるで、どうぞ、と促されたようだった。反対に運転手は一切動かない。まるで操り人形が糸を切られたまま放置されているように、運転席に沈んでいるだけだった。外に出た瞬間、焼きが肌にまとわりついた。ひどく湿っている。足元に白い砂利が広がり、その奥に無数の石碑が並んでいた。墓地だった。しかも古い。手入れをしている気配が全くない。雑草の隙間から濃い闇が湧き上がり、墓石の影が歪んで揺れていた。車のヘッドライトが照らす範囲の奥で、カサッと音がした。細い人影。背が異様に高く、動きがぎこちない。その影がこちらを向くたびに、地面に落ちるシルエットだけが振り返っているように見えた。実体はゆっくりと歩いているのに、影だけが急な角度でまっすぐと俺を向く。誰ですか？声を出したつもりなのに、音になっていなかった。影はゆらりと伸びた。墓石をまたぐようにして、まっすぐ車の方へと近づいてくる。ライトの明かりが影の輪郭を幼稚な絵のように歪ませ、伸び縮みし、また伸びた。その時、車のナビがまた勝手に点灯した。目的地に到着しました。目的地に到着しました。目的地に到着しました。同じ音声が連続で流れ、最後だけ別の声に切り替わった。迎えに来たよ。運転席の男がようやく動いた。ただし、ハンドルに手をかけるのではなく、後部座席側へ首だけをねじるように向けてきた。骨のきしむような角度で、こちらへ、こちらへと無理やり近づけてくる。その目の奥には全く違う何かがいた。さっきの影と同じ形をした黒い穴。
俺は反射的にドアを閉め、外に飛び出した。墓地から離れようと走った。足元の砂利が散り、暗闇が跳ねるように揺れる。背後でバタンと金属音が響いた。振り返ると車のライトが突然消えていた。運転席も後部座席もいない。車だけがポツンと残り、光も気配もすべてが消えていた。まるで最初から誰も乗っていなかったかのように。翌朝、警察と一緒に現場へ戻ったが、車は普通に道路脇に止まっていた。ナビの履歴には目的地、住宅としか残っていなかった。だが後部座席だけが濡れていた。それはまるで誰かがそこにずっと座っていたかのように。